皆様、今回はですね、そういえば作ってなかったなと思って生姜焼き定番ですねを作りたいと思います。はい。で、用意するのはこちらね。今回生姜焼き用の肉があったんですけど、なんか俺ね、実家だと結構細切れっぽい肉だったんですけど、こっちの方が安かったんですよ。なんで普通にこっちを買いました。とキャベツ千切りにしゅんちゃんがねしてくれましたよ。なんかこれ使ってこういうのね、すごいなんか細かくできるんですごいおすすめ。ちゃんとしたキャベツの千切りですね。なんかこうやってましたね。はい。で、あとは生姜焼きはね、やっぱりね生姜ですよ。なんといっても生姜なんですけど、やっぱりね、もちろんチューブでも十分美味しいんだけど、これねやっぱ丸々をねすりおろした方がより一層美味しくなるので、生姜焼き本当にねちゃんと作るんだったらやっぱりきちんとした生姜をね使った方がいいと思います。はい。じゃあ早速調理に取り掛かります。まず豚肉、もうなんかもう適当でバーって取っちゃって、に塩コショウまぶしときます。けどやっぱりあれだね、まとめて取りすぎちゃうとやりづらいのはあるね。適当でいいですよ。下味をね若干つけときたいっていう気持ちさえあればで、適当にね。で、僕は結構ここでもうタレに漬け込んどくとかそういうことはしないです。十分です、これだけで。そしたら小麦粉まぶしときます。でね、これね穴が開いてるやつなんですけどね、ここからね思いの金出ないんですよね。もはや上からはみ出る方が多いっていうんで、なんでもう普通にこれはスプーンとして使います。で、全体的に軽くまぶしときます。これ今回小麦粉使ってるんですけど、別に片栗粉とかでもいいですよ。個人的にその差があって何が変わるんだって言われたらわからない。小麦粉片栗粉どちらでも可です。ではどっちにしろこの粉系ね、片栗粉なり小麦粉なり入れとくと最後タレが絡みやすいっていうのと、あとタレにねとろみがつくんで、そっちの方がうまいよっていうことですよ。でまぶしたら今の間にじゃあタレ合わせときます。お皿にもう正直目分量でいいんですけど、醤油とお酒とみりんは1対1対1ぐらいで、醤油、次お酒、みりん、にお砂糖を入れます。お砂糖の量は2分の1ぐらいですね。醤油とかの分量のね。大雑把で大丈夫ですよ。それでも十分美味しいんだよ。1対1対1対2分の1ですね、量は。2対2対、そうだ、2対2対2対1の方がいいですね。2分の1ってね。で、生姜です。こちらすりおろしたのここに入れておきます。ちょっと待って、生姜のすりおろすじゃないですか。すりおろす音が多分リンゴのすりおろした時と同じで、プリン大興奮ですね。で、生姜自体は大さじ1杯ぐらいでいいですよ。で、個人的に結構ね、生姜がっつりする方が僕好きなんで、ここのタレにね、もちろんすりおろしたやつ入れるのもありなんですけど、肉炒める時に別にすりおろしをさらに追加して入れたりとかもして、タレだけじゃなくて追加でね入れるのも美味しいですよ。プリンこれリンゴじゃないよ。これ多分食ったら結構ヒーヒーするやつよ。で、生姜も基本的に砂糖と同じぐらいの分量を入れておきます。で、これで基本的に合わせ調味料ですね。タレの部分は完成です。で、僕は今回個人的にちょっと別で追加をする生姜はすりおろしておきたいと思います。あとは玉ねぎです。これ生姜焼きには玉ねぎはマストですね。で、なんかねちょっと中のね一列がダメになってる玉ねぎがあったんで、結構小ぶりになっちゃったから今回2個使います。玉ねぎはね俺多い方がおすすめ。ちょっとね茶色くなっちゃうのがあるから、ここだけちょっと落としておきます。はい。で、別にこんな切り方にこだわりはないので、それなりの大きさでカットしてあげれば大丈夫です。でね、生姜焼きはね絶対玉ねぎがあった方が美味しいんで、玉ねぎはもう絶対ですね。だから玉ねぎってねよく絡むから結構細切れのお肉の方が俺好きだったりするんですけど、今回はこっちの方が安いんでねこっちにします。では火を通していきます。まず最初にね豚肉だけ焼きたいと思います。今回ね僕が使ってるフライパンも全然くっつかないんで油は引かないです。
くっつくような油だったら、油じゃない、くっつくようなフライパンだったら一応油は引いてあげた方がいいと思うんですけど、くっつかないんだったら引かなくて全然大丈夫です。じゃあ火通していきます。はい、普通にもう両面ねこんがりと焼き色をつけてあげるだけでいいです。なんで生姜焼きってあんなにご飯が進むんだろうね。嫌いな人おるっていうぐらいうまいよね。だとあいつのマヨネーズとの相性がやばいんだよね。まあとりあえずね5枚ほど焼いて、普通に両面ねしっかりと焼き色つけます。はい、でまあ両面いい感じに焼き色がついたら一旦こちら取り出しておいて、残りの豚肉も焼いていきます。はい、で豚肉を一通り全部焼き終わったら玉ねぎで軽く炒めておきます。でこの玉ねぎを炒める時間なんですけど、シャキッとしたのが好きな方はそんな、これは結構ねくたっとしたのが好きなんでじっくり焼いていきたいと思います。でこの時にねお水代わりにちょっとだけ お酒とか加えたら火の通りも早くなるんで。蒸し焼きではないけどね。でお酒のアルコールも飛んで玉ねぎがねちょっとしっとりしてきたら、ここに先ほどのタレですね、合わせたやつ流し入れます。あと砂糖とかがね溜まってたらいけないから混ぜて、これでちょっとお酒とみりんのアルコールが飛ぶまで煮詰めます。この段階でだいぶ玉ねぎがくたるんでね。でいい感じに火が通って、まあアルコールの匂い、まあ基本生姜の匂いがすごいんだけど、アルコールが飛んできたらここに先ほど豚肉投入します。であとここに追い生姜追加をね、これで最後タレと絡めていきます。でまあこれでね最後お肉についてる小麦粉がちょっと汁に溶けてとろみもつくんでいい感じですよ。というわけで生姜焼き完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。生姜焼きでお味噌汁ご飯につけてたお漬物と、あとたらこの小鉢、はい、焼きたら最高です。いただきます。もうあったかいうちにもうすでにね少し冷めちゃってるからね。多分下の層のやつは多分まだあったかいよ。いただきます。それでキャベツが好き。どう？おろしたてのねやっぱね生姜の方がやっぱり美味しいよね。香りもそうだけど全然違う。であとこうちゃんがね片栗粉じゃなくて小麦粉まぶしてくれてるからタレともよく絡んで、やっぱねこういうひと手間がめちゃくちゃ美味しいですね。でフライパンでさ一番最初にこうちゃん多分両面焼いて、その後にタレに絡ましてくれてると思うんだけど、その作り方の方がやっぱお肉が硬くならないんですよ、火が通り過ぎてね。だからそこもねやっぱこだわってちゃんと作る。だから定番なんだけどやっぱひと手間加えると、より美味しくなるってことだよね。うまい、超うまいんだけど、やっぱうめえな、生姜がうめえな。うまい。これはもうビールでもいいしおかずにもあるしお弁当でも最高だよね。完全にもうお店の味だね。うまい定食屋のやつだよね。もうめっちゃ使ってんの分かる。すっごい使ってた。さっき1本食べちゃった。もうキャベツたっぷりでね。でこのさキャベツあんまり僕生食べないんですけど、でもこのこうちゃんが作ってくれたこのタレに染み込んだキャベツはめっちゃうまいんですよ。うまいよね。
たらこあと僕がね頑張って包丁でねこう千切り見てたもんそれこうやってたの。なかなかねこの千切りにするの難しかったんですごいいいと思いうやでもすごい細かいねこれ、うんすごい包丁さばきだねでね生姜焼きはマジでマヨネーズ塗ってきたから、うん合わないわけがないんですよ。ちょっといきますわ。あめちゃくちゃうまいこれはマヨ生姜キャベツ最強。ちょっとこうちゃんが食べていただきます。最強ちょっと待ってこれはねこれはやっぱりマヨネーズが絶対うまいよね。あ待ってもうやばいやばいもう超うまい。まっあマジでうまい。最強マジでこれあっという間になくなんなねつら。生姜焼きって、正直毎日食べても飽きないおかずの一つだと思う、唐揚げと本当に同じレベルだよね。マジでこうちゃんが作ったマジ生姜焼きめっちゃ柔らかい。本当に柔らかいねほんまに。焼き方がやっぱ全然うまい。手食っちゃった。これはマジでご飯進むわ。これビール飲んでる人ももう最強。味付けがめっちゃ生姜効いてるんでビール好きの方には超相性いいです。絶対、絶対うまい。これは本当にうまい。もうめちゃくちゃうまいな。正直こんなテンション上がる料理なかなかないわ。まずいわけないもん。でこういうシンプルな料理だけはやっぱりいつもチューブ使ってるんですけど、チューブでももちろんいいんですけど、やっぱ自分で吸った方が全然美味しいです。絶対そこは間違いないね。ほんとうまいわ。こんなにキャベツすぐな。だからあれだよね定食屋さんのさキャベツいっぱい欲しいっていうの分かるよね、やっぱこのタレで食べるキャベツはマジでうまいわ。あらささやっぱ生姜焼きの味の決め手は生姜だからさ、まあ本当になるべくね新鮮でねいいものを使ってあげた方がより美味しく食べれると思う、あとはもう何に対してもマヨネーズ。あれ食べていいよいやもう2枚か重いのがでかかった。食べなこうちゃん最後。じゃあこれも食べちゃっていいよ。はい今の顔見たみんな。やばあんな悲しそうな顔なかなかしないよ。2枚なかったわ。なかったでしょ。なんか超それだけめっちゃでかい。やば。ごめんな。いただきます。最強。もう手持ちの取れたらこれでいいんじゃないかなと思う。メーターみたいな。でもこの大きい皿で食べるのもいいね、2人でね。最後の1枚の奪い合いよ。目力で勝てるわ。寂しそうな顔しながら、すごい寂しそうな顔だったけどね。最後の一つをね。めっちゃうまいわ。よし、じゃあとりあえず締める？待って。ということで、はい本日はですね定食屋さんで出てくるようなね美味しい生姜焼きをねこうちゃんに作っていただいたんですけども、やっぱり作ってる工程でねこうちゃんがちゃんと説明してくれてると思うんですけど、やっぱちゃんとねすった生姜を使ってあげたりだとか、あと
小麦粉まぶしてあげてタレによく絡むようにしてあげるとか、あと焼きすぎないように一回取り出してその後タレに巻きつけ絡ませてあげる絡ませてあげるとか、そういうね一工夫で全然ね違って本当に美味しいね生姜焼き、柔らかくて美味しい生姜焼きできると思うんで、はい、ぜひぜひ作ってみてください。はい、とっても簡単なんで美味しいですよ。もうビールにもねおつまみにもおつまみにもお弁当にもおかずにも最高だと思うんで、ぜひぜひ皆さん作ってみてください、はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またね、バイバイ。バイバイ。